そしたら今日はですね、今会社員をやっている人で将来独立したいなっていうふうに考えている人で、会社員生活をしながら、独立の準備のためにこういうことをやっておくべきじゃないかなって私が思うようなところなんですけども、会社員をしながらこう独立していく時の準備であったり、あるいはその時のための投資っていうところなんですけど、そこって何に投していいのって今は分からないじゃないですか、会社員をやっていくと。なので私の経験の中で、自分こういうことをやってきたんですけど、皆さんもやっておくといいかなと思うところがいくつかあるんで、そこをお話ししていければなというところなんですよね。でですね、会社員をやっていると自分のお金っていうのをこの会社のために使うって、自分がもらった給料を会社の運営のために使うってことはほとんどないじゃないですか。で、私はですね、そこは、結構やっぱり自分で投資しても会社の業績のためにっていうのはありだと思っていて、ただそれを言い出すと個人のお金を会社のために使ってくださいっていうことになってくるんで、私自身は、今の会社、うちのスタッフとかにも全然そういうことは言わないんですけど、私自身はですね、結構会社員をやってる頃からいろいろと自分のお金を使ってやってたっていうのはあるんですよ。でですね、その一つの例っていうのが、例えば移動するときに、じゃあ電車で行くかタクシーで行くかっていう話があるじゃないですか。でそうすると、多くの場合、多くの会社の場合、タクシーに乗るのには、なんかそれなりの役職じゃなきゃいけないとか、時間、一定の条件を、満たさなきゃいけないっていう話があると思うんですよね。そうすると、その条件を満たさないときにタクシーに乗ってしまうと、そのお金って会社から出ないんで自分で払わなきゃいけないっていうことになるじゃないですか。でそこなんですけど、例えばタクシーに乗る意味っていうのは、そこの目的地に早く着ける可能性があるっていうのがあって、で例えば電車で1時間かかります、タクシーだと30分で行けますっていうような場所だったとすると、そこ30分先に着くと、その30分の間で仕事ができちゃったりするじゃないですか。タクシーに乗ってる間ってなかなかできにくいかなと思うんですけど、30分早めに着いてとか、あるいは30分で早めに帰って、その間に仕事ができたりとか準備ができたりっていうところがあって、でその30分で例えば何万円の仕事もできたりすると思うんですよね。なので実際に単にコストっていうだけではなくて、タクシーに乗ることによって生産性が上がるっていうところがあると思うんですよ。そういう時は自分でやっぱりお金使って自分の効率を上げるっていうのはすごく必要じゃないかなと思ってるんですよね。要は会社のコストっていうよりも、投資コストとして考えるか、そこをお金を使うことによってさらに、生産性を上げるかっていうところの判断、それがもう会社のルールに従っていくと、もうそれって生産性を上げる選択肢がなくなるんで、要はコストとしてどう処理するかっていうことなんで、そういう考えがなくなるんですけど、自分のお金を使うことによって自分でお金を使っても生産性が上げられるっていうのは、一つ独立した時にすごくいい経験になってくると思うんですね。そういう習慣をつけておくとですね。であるいは、私は本当にこれよくやってたんですけど、出張に行っていろんなとこ行く人たちだと、行ってホテルに泊まって、でその食事ってあるじゃないですか。で大体の会社の場合夕食いくら昼食いくらっていうのが決まっているので、それ以上出してしまうとそれ自分のお金を使わなきゃいけないっていうことになると思うんですよね。その場合って私はね、そういう場合でもいつもいいところっていうか、自分が食べたい美味しいものっていうのを探しておいて、そういうところに行って自分のお金で食べてたんですけど、でも実際考えてみると、個人としてそこに行っ
てそれを食べようとすると、それだけのお金ってかかるじゃないですか。はい。行くための飛行機代であったり、泊まんなきゃいけない場合は自分で泊まるお金も出さなきゃいけないんで、少なくともその飛行機代ですとか、ホテル代ですとか、そういうのは会社から出てるので、投資効果ってするとすごくお得なわけですよ。なので、単純な話、じゃあ日本から、中国に飛んで、何か食べて帰ろうとすると、20万とか30万とか自分で出さなきゃいけないわけじゃないですか、飛行機代とか。でもそこにいることによって、そこで食べるだけだと、本当にそんなにお金いらないし、でその以外のお金って仕事っていうことで会社が出してくれてるんで、その効果ってすごく大きいと思うんですよね。でまたそれをすることによって自分の経験値っていうのがどんどん溜まってくるので、いろんな人といろんなところでお話ができるっていうその価値が出るんですね。なのでそういうことをすることによって自分への投資で、自分の責任で自分の人生に投資してるっていう意識がだいぶ出てくると思うんですよね。なのでそこをですね何年も続けていくと、結構ですねそのお金の使い方、それ会社のお金というよりも自分の事業としての、自分個人としてのお金の使い方とか、そのあたりがですねいい準備になると思うんですよ。なかなかねその、痛い経験、いずれにしてもお金使っていくっていうのは、痛い経験になるのかなと思ったりはするんですけど、独立したい人はですねそういう意識を持ってやっていくことで、独立した時に、いろんないい経験っていうのは必ず出てくると思うので、将来の参考のために、聞いておいていただければなというところです。